全て2リッターエンジン搭載となります。マツダスピリットレーシングに看板を掛け替えでエンジンルームの中も全然違うんです。しかもかつですよ、おしゃれ、気持ちがピッと端の方に向くというかね。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井祐希です。今日はですね、実は先日東京の青山にできたばかりのマツダトランス青山という施設にお邪魔しております。超おしゃれエリアです。ちょうど原宿、渋谷、それからもうすぐそばに表参道があるっていうすごくね高感度な場所にあるんですけれども、ここにですね展示されておりますのがこちら、マツダスピリットレーシングロードスター 12R という限定車でございます。見たことがある方すごく多いと思うんですけど、そうです、今年東京オートサロンで発表されたばかりの車ということで、今回はですね特別に展示をされているのを撮らせていただきました。実はですねこの後もう本当に時間がないんですけれども、23日まで引き続き、今月の23日なのでもうあと数日ですけれども展示されているということなので、見たい方はぜひね急いで来ていただきたいんですが、東京遠いから行けないよという方はぜひこの動画をしっかり見ていただけたらと思います。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。自分で施工でこの効果、シラザン50。そうですね、今回ご存知の通り2025年の東京オートサロンは YouTube が撮影禁止ということでですね、私も撮れていないんですけれども、なのでこの距離で見させていただくの初めてとなります。めっちゃかっこいいです。ちょっと詳細見ていきたいと思います。まずこちらのマツダスピリットから出るロードスターは全て2リッターエンジン搭載となります。でこの 12R は200馬力になっていて、他のモデルはそうではない、この 12R はですね最上級モデルにある200台限定のモデルということになるんですね。で、他のモデルの詳細は追ってということですので、この辺もちょっとですねエクステリアご紹介しながらお話ししていきたいんですが、まずエクステリアとしてはですねこちらのカラーです。ボディカラーがこの 12R 限定となるのがこのグレーのような色なんですけれども、スーパー耐久とかでもこのイメージですよね。他のマツダスピリットレーシングのボディカラーはバリエーションから選べるという感じになってます。はい、印象的なこちらのデカールも 12R 限定となっております。結構ね大きなデカールですので、車のキャラを決める一つのアクセントに、なるかなと思います。もう一つ 12R のキャラクターとしてはこちらのエンブレムですね。これ実はですねこの iPhone の精度上映ってるかどうかわかんないんですけれども、実はですねブラックというかチタンのような色になっています。他のモデルよりも黒めのカラーになってるんですね。これがすごくかっこいい特別な色となってます。そしてですねここも通常のロードスターと違うところなんですけれども、グリルがメッシュになっているということなんですね。このエンブレムがですね映えるようにこの形状にされたということで、非常にレーシングですし、またシンプルなパターンなので、このロードスターの性格をよりですねアグレッシブに見せているところかなと思います。ここすごく印象的な部分なので、ぜひねご覧いただけたらと思います。このエンブレムなんですけれども、このマツダスピリットレーシングというのは、いわゆるですねマツダの今のそのワークスのモータースポーツ活動の名前でもあり、車の名前にもなってるんですけれども、モータースポーツ好きの人は皆さんご存知かと思うんですけれども、マツダは今スーパー耐久におきましてモータースポーツのワークス活動を再開しています。で長くワークスチームとしてのモータースポーツ活動から遠ざかっていたマツダなんですけれども、近年本当にねぐぐっとこのモータースポーツ活動に寄っていて、ルマンのね時代をやっぱり覚えていらっしゃる方はそこにねシンパシーを感じる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、その当時に活動していたマツダスピードから今回というかこの活動によってマツダスピリットレーシングに看板を掛け替えたという形になります。ですから正当なマツダのそのコアモータースポーツ、ワークスモータースポーツ活動としてはですね、今マツダスピリットレーシングというのがそのモータースポーツの活動の名前になっている。でその名前を冠した車が今回初めて出るというのがこの車ということなんですね。もちろんですねこの 12R もそのモータースポーツ活動の知見から得たいろいろな技術が投入されているわけなんですけれども、まずエンジン。さあそんな注目のエンジンルームなんですが、こうなってます。正直めちゃくちゃ見どころあります。すごく意外なんですけど、実はですねこのホロタイプのロードスターに2リッターエンジンが搭載されるのが国内では初めてなんですよね。でエンジンルームの中も全然違うんです。
さあ今ググッと寄ってきますけれども、ほらご覧ください。もうねシリアルナンバーが入ってるんですよね。ここですよ。これもこう塗装が特別な塗装になっていて、こうぐちゃぐちゃぐちゃってなってるんですけれども、これはですね耐熱の意味もありますし、また何よりも普通にかっこいいっていうね感じです。というわけで、200馬力の2リッターエンジンで、ここにこのテーピングしてあるね、ここもこのセットもですね、この 12R 限定のセットというふうになってます。あとタワーバーですね。ここに、根元があってタワーバーが入ってるんですけれども、ここも、ね、ちょっとメカメカしくてかっこよくてちょっとクラシカルですよね。このようなエンジンルームになっています。エアロパーツです。これがまたすごいかっこいいんですけれども、このようにですね分割したエアロパーツ、特にフロントに関してはこれがついています。このスピリットレーシングのロードスター自体には2つグレードがあるとさっきご紹介してましたけれども、この 12R に関してはこのような色のフロントのエアロが入る。見えますか？なんかちょっとね黒っぽいようなこうなんて言うんでしょうね、こうソリッドでもないんですけど、これパール入ってます？すごいソリッドっぽく見える。めちゃくちゃねここマニッシュな感じのグレーが入っていて、ここのツートーンがすごく綺麗です。でさっき言ったこのマツダスピリットレーシングの、新しいその活動のシンボルとなるのがこのロゴということで、このようにですねフロントフェイスが構成されていると。で非常にこうキュッと締まったねかっこいい、しかもかつですよ、おしゃれな感じになっているっていうね。だからやっぱりモータースポーツとおしゃれさって実は日本ってやっぱり掛け合わすのすごい下手くそなメーカーというか多いなっていう中で、やはりすごくですねスタイリッシュでおしゃれだなっていうふうに思ってます。さあそれではサイドビューいきます。すみません、このですね展示スペースがめちゃくちゃおしゃれなんですけれども、ちょっと今回ですねこのディスタンスの都合で広角カメラを使っているので、ちょっと車の寸法変な感じに映ってるかもしれないんですけれども、実物はロードスターのめちゃめちゃかっこいい感じなのでちょっとご安心ください。ディテールをね見ていただきたいなと思うんですけれども、サイドビューもですね通常モデルと結構変わってるんですよね。まずはですねこちらのサイドスカートの部分なんですけれども、こちらもフロントと同様ですね、シックなグレーのカラーが入っているエアロパーツとなっています。これもしっかりとですねその張り出した形状になっているので、ここも乗り込むたびにオーナーさんはいい車買ったなみたいな感じのことをですね思う、一つの大きなパーツになってくるかなと思います。でこれの形状もすごい綺麗で二重のレイヤーになっててとても凝っているので見どころもすごくありますし、またエアロっていうのをですね直感的に感じさせる部分でもあるかなと思います。ちなみにフロントにありましたこのラインなんですけれども、オレンジのような朱色のような非常にニュアンスのある赤が使われてます。ここもデカールになっていて、これもボディ全体に使われているものすべてこちらも 12R 専用のデカールとなっているんですけれども、これ貼るとピリッとね、デザインが締まりますので、ここもぜひね選んでもらえたらと思います。さてこちらタイヤとホイールです。こちらもですねこの 12R 専用のものとそれからさらに用品をつけているというところがちょっと複雑に絡み合っているのでお話ししていきたいんですが、まずですねタイヤ、このマツダスピリットレーシングロードスターの両方に選べる設定になっているオプションなんですけれども、横浜のアドバンネオバが入っております。もともとその横浜のそのアドバンネオバとねずっとこう一緒に、歩んできたというか、今のモデルは割とこのネオバを選んでいる車になっているので相性もいいんじゃないかなと思うので、積極的に選んでもらえた方がグリップとかも楽しんでいけるかなと思います。そしてこのホイールです。こちらのホイールもですねデザインが2パターンありまして、こちらのですねめっちゃかっこいいんですけど、ここにね切削が入っていてマツダスピリットレーシングっていうですね堀になってるんですね。このリングとこの堀が。でこれが採用されているのが 12R のみとなっています。で通常モデルだとこれが全部黒になるんですよね。でもちろん、このマツダスピリットレーシングロードスター専用のデザインとなっていて、普通のロードスターとは全然違うデザインになっているということなんですけれども、これそもそもレイズとの共同開発だそうで、この真ん中のキャップの部分にもですねちゃんとロゴが入ってめちゃくちゃ綺麗です。それからやっぱりブレーキですね。レースといえばブレーキね、制動が一番大事ですからブレーキなんですけれども、これはですねキャリパーにブレンボが入っておりますけれども、このブレンボに関しましてはロードスターのマツダスピードレーシングのロードスターは、全てこれが標準になっているんですが、このですねディスクが、用品というかオプションになっている形になっているんですね。
でこれはフロントもリアもですね同じで、リアのこのディスクの方もですね用品になっているという感じになってます。はい、ただ全部揃えて買った方がやっぱりめちゃくちゃかっこいいですし、この距離で見るとすごいこのねディスクの存在感っていうのがやっぱりすごくですね軽く作られているこのホイールなので中が結構見えるんですよね、しっかりと。で冷却とかもしっかりと担保されているので、ここまで見えてくると止まってる時にこのディスクとセットであった方が絶対にかっこいいです。かっこいいですし、性能の方も言わずもがなという感じなんですが、いい車はやっぱりかっこよく乗りたいですから、こういうところもですね止まってる時のかっこよさっていうのも加味してこのディスクとセットで買われるのもおすすめしたいなと思います。さあそれではリアビューです。もうリアもしっかりかっこいいです。やっぱりねロードスターってオープンカーですから、リアから見た時の印象って結構ね見送っちゃうというかね、ドラマチックですよね。でここもですね 12R らしい特別なものが実はついてるんですけれども、それがの前にこれですよね。デカールここにもしっかりついてます。このデカールってやっぱりそのセンスの発揮されるところだと思うんですけれども、今回ですね結構印象的なんですけれども、大きくそしてシンプルなデカールがたくさん使われているっていうところが私は結構ね好感度ポイントかなというふうに思いました。マツダのらしいそのスタイリッシュさっていうのもしっかりあるんですけれども、さらにそこからねちょっと一歩踏み込んだ熱というか、そのモータースポーツっぽさっていうのがですねしっかりと表されているっていうのが今回のデカールだと思います。でそれがリアにもしっかりと大きく入ってます。そしてこれですよ、ここがすごい見どころですし、こここそが割と性能として大きなファクトを握ってくるところらしいんですけれども、マツダのですねこのスーパー耐久に参戦している車両に関してはここに大きいリアウィング GT ウィングがついてますよね。だけどそれやっぱり一般道で、オープンカーですし後方視界の意味も込めてなんかあんまり選びにくいじゃないですか。というわけでですね今回このようなリアの小さなスポイラーがついてるんですけれども、小さいながらに結構しっかりとした切り立った形状になってるんですね。しかもすっごい複雑なんですよ。これ分かりますかね。この真ん中でスプリット、ねセンターで分かれてます、形状がこのように。で真ん中に穴が開いていて、しかも左右の中央の部分には切り込みがキュッて入ってるんですよね。だから結構凝った形状になっているのが分かっていただけるでしょうか。このデカールが真ん中に入ってここが開いてて、で左右にそれぞれボックスの形状のようなね、このような受け止めるような形状があるというようなスポイラーになってます。でこれお話聞いたんですけれども、実はですねやはりこの、スーパー耐久だけではなくて 12R およびこのマツダスピリットレーシングロードスターを出すためにですね、ただそのスーパー耐久の現場だけではなく、やはり市販化に向けてですね、実は去年ねニュルブルクリンクのレースのすぐ後にニュルでもテストをね行ったということなんです。で結構ねボリュームを持たせて日程もしっかりとテストされたということなんですけれども、この形状でこのテストをして、複数の、形状でテストしたらしいんですけれども、ここが何にもないつるんとしたものとこのような切り立った形状のものをですね両方テストしたところ、なんとこれはですねニュルで200キロぐらいでコーナリングしてもしっかりとダウンフォースを感じながらコーナリングできるというような性能が出ていたそうなんですね。でこれまでですねマツダのこのリアスポイラーっていうと、別の形状のものにはなりますけれども、時速120キロから130キロぐらいまでの間で直進の時にダウンフォースを発揮するといったものを搭載されていたんだそうです。なんですけれどもこの 12R に関しましてはこの形状でですねコーナリングでもしっかりとダウンフォースを効かせることができるというような形状に変更したらしいんですね。なので本当にこの形がですねしっかりと機能、それからレースの知見を得て開発されたというところもちょっと胸が熱くなるポイントかなと思います。さあそして同じくですねここにロードスターとマツダスピリットレーシングのロゴが入って、こちらには 12R という文字が入っています。でこれらのエンブレムも全体的にちょっとトーンがね暗くて、そのグリルであったりとか、あとボディカラーのイメージであったりとか、それからデカールこのウィングと合わせて非常にシックな佇まいになっているというのもスタイリッシュな部分かなと思います。ですからスポーツモデルなんですけれども、すごくスポーツして街で乗りにくいよっていうんじゃなくて、ちょっとねその辺にいいレストランにご飯食べに行くのもこのモデルだったら性能とともにですね楽しめるかなと。オーベルジュとかね結構都会じゃないところにあったりしますので、そういうとこ行くのも全然気遅れのしないスポーツモデルっていうのもマツダらしいかなと私は思っています。
さあそしてこの下の部分なんですけれども、このリアのディフューザー形状もしっかりと切り立ってますし、ここにもねフロントと同様メッシュのような過色が入っているので、ここも統一感を感じさせる部分でもあります。でやっぱ気になるのはですね、このテールパイプなんですけれども、このテールパイプは用品となっているので、こちらもオプションで選んでいただけるものとなってますので、ここもね注目していただけたらと思います。なんですけれども、ここね、あった方がいいんだけどな、あった方がいいんだけれども、この辺のエアロ形状がめちゃくちゃ凝ってて、ここもまたすごいおしゃれなんですよ。いや正直エアロおしゃれってなんやねんと思うかもしれないんですけれども、これね実物見ると本当にね凝ってる。特に個人的にはこの辺の曲線の作り方とかが本当に綺麗なので、めちゃめちゃ見どころあるんですよね。このほらちょっと入れ子になっているラインの作り方とか、こういうところにマツダの鼓動デザインを感じるんですけれども、実は今回ですね、そのデザインとしてもこれまでの鼓動デザインとは違うところにそのデザインのテーマを持っていこうという取り組みもあったんだそうで、違うねデザインのこうアプローチっていうのがされているんですが、個人的にはこういうところに感じますね。その前田出雲なんか脱却したっておっしゃってましたけど、全然感じますね。ありますね。そしてここがまた綺麗なところでもありますね。メッシュもすごい綺麗じゃないですか。さあそれではインテリア見ていきたいと思いますけれども、インテリアもですねすごく新しいものがついています。まずこのマツダスピリットレーシングロードスター全体にこのアルカンターラが使われてるんですね。でいろんなところに例えばですね、この運転席周りであったりとかアルカンターラが入っていたりとか、刺繍もある、すごいかっこいい。ですごく上質になってます。でこういうね、気になるでしょこれ。これはなんとですねレカロと共同開発をしたシートが搭載されてるんですね。でこのシートなんですが、はい、私今助手席に乗ります。ね、助手席と運転席ってこうペダルのありなしでやっぱりこうね可動域というか、その足の、このゆったりさっていうのが変わってくるんですけれども、特にですねこのロードスターってすごくタイトな運転席になっているんですけれども、これをですね左右ちゃんとアジャストするために、なんとこのレカロシート左右非対称デザインっていうのをね採用されたんだそうです。もうそれはちゃんとこう足回りであったりとか、そのペダルの操作系であったりとか、そういうのを邪魔しないように。であと、両方ともですね同じ形状にするとちょっとねこの辺が狭くなって運転しにくいということもあったんだそうで、ちゃんとですねドライバーがその運転の際にスポーツ走行としてしっかりと自分で楽しく走れるためにこの辺のデザインが非対称になっているっていうのは、実はですね座らないと分かんないです。外から見るとすごい対称で綺麗なデザインに見えるんですけれども、この辺だけが違うので結構ねデザインを全然破綻してないっていうところもポイントかなと思いました。で今助手席乗ってますけど、ちょっとフットボックスが浅くていいですね。やっぱこういうスポーツモデルってちょっとフォーミュラポジションというか足がね上がっていてこうしっかり前が見えるっていうところは、そもそものロードスターが持っている素性の良さ、性格の良さっていうところがあると思うんですよね。はい、そしてちょっとちらっと見えているこの4点式のシートベルトなんですけれども、こちらの方も用品で、後で買えるということで、オプションになっています。でちなみにこのレカロシート自体もディーラーオプションになっているので、そもそももともとはノーマルのシートを買って後からこのシートを買い足して付け替えるということも可能なんだそうです。なんですけれども、これですよ、このシートベルト、赤シートベルト、これはですねマツダとしてもこの赤のシートベルトを使うの実は初めてということなんですけれども、これはもともとそのマツダスピリットレーシングロードスターについているものとなっていて、この 12R にもつくということなので、これだけでもねすごいスポーツモデルに乗ってるというか、多分ねシートベルト締めるたんびにこう気持ちがピッと端の方に向くというかね、こうちゃんと体全体で車と会話しながら乗っていけるかなっていうところの一つ大きなね、なんかこうやる気スイッチというかそういうものにつながっているような気もします。めっちゃかっこいいです。はい、そして今回ですねこのマツダスピリットレーシングのアプリができました。でこれをですね Apple Store でダウンロードしていきたいと思います。はい、ダウンロードするともういきなりこのロゴがねキランと光ってめちゃくちゃかっこいいんですけれども、このデザイン性もご注目いただきたいです。でこちらをスタートしていきますと、共に挑むという言葉が出てきて、これからのマツダのモータースポーツ活動の盛り上がりというのをすごく感じさせます。
リリースされたばかりのこちらのアプリなんですけれども、もうすでにね運用始まっていて書き込んでいる方もいらっしゃいます。このようにですね、今後このアプリの中ではオーナー同士が交流したりとか使用を相談したりとかそういうことができるようになっていると同時に、マツダのモータースポーツ活動やマツダのこの車の情報なんかが一気にここでね情報収集できるようにもなっているので、マツダオーナーさんね、このアプリを一度ダウンロードしとけば自分で情報収集しなくても勝手にアプリの方がね情報をまとめてくれるというのもあるので、ぜひですねこちらダウンロードしておくといいんじゃないかなというふうにも思います。そして一番のトップページに出てきましたけれども、気になるこちらです。これ実はサングラスで私の今手元にあるんですけれども、それがですね実はこれなんですけれども、おととい3月の15日から発売になったこちらのサングラスなんですけれども、これがねまたすごいんですけど、鯖江、そう日本のメガネシェア8割を超えている福井県の鯖江市で作られているサングラスのフレームですごい軽いチタン製なんだそうです。でこのバネのところもほらこんな感じでこう柔らかく伸びますし、またですねこれが私さっきねリアにお話ししましたこの鼓動デザインらしいですね、この曲面の変化みたいなのが入っていて、まあいわゆる変態サングラスなんですけどすっごいかっこいいので、ね、これ欲しい方はぜひ。なんか日本人の顔に合うように作られたってことなんですけれども、ね、私がつけてもすごい良くないですか？なんか意外とすごいね、かっちりしてるから似合わないかもと思ってかけたら意外と馴染むっていう、さすがです。こういうのも作られているので、ぜひですねロードスター乗りはやっぱりサングラスすごい大事だと思います。で偏光グラスでその光が反射したりとかしないようにもちゃんと工夫されているということなので、ロードスター乗りのために作られたサングラスね、私どこまで今日はマツダの人なんだろうっていうぐらい押しましたけれども、こういうのも発売されているということで、こういう情報もアプリの中で発信されていくので、ぜひですねそのマツダファンの人はこのアプリ1個入れとくと、今後マツダの情報をツイッター、X とかフェイスブックとかで追っかけていかなくてもどんどん入ってくるっていうですね、いいアプリになってますので、こちらもぜひダウンロードの方していただけたらと思います。いや私今日本当にマツダの人みたいになってますけど、ただの撮影です。Not PR です。というわけで今日はですねこちらのマツダトランス青山に展示されておりますマツダスピリットレーシングロードスター 12R の詳細をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。このですねマツダスピリットレーシングから発売される第1弾のモデルということでですね、まだ情報がこの先に公開されていくということなんですけれども、ぜひですねそのアプリの方をダウンロードしていただきまして情報を待っていただけたらとも思いますし、もうすでにですねお問い合わせがすごいあるということなので、欲しい方はですね本当に今から心の準備とお金の準備をしていただけたらと思います。さあそれではですね今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。